今日は私の出産レポについてお話ししたいと思います。私のね実際の出産がどんな感じだったのかを、ちょっと記憶をたどってお話ししていけたらなと思うんですけど、ちょっとね出産した直後に忘れちゃいけないと思ってメモは取ってあるんで、ちょっとこのメモを見ながらお話ししていきます。まずね、私予定日を過ぎても全然陣痛とかもお腹の張りも一回も来なくって、なんか前駆陣痛とかお印とかそんなのも全くなかったんですね。でもなんか生まれる気配が全くないっていう状況で、私が行ってた病院では、予定日を1週間過ぎたらもう誘発分娩に点滴でね陣痛を起こすやつで、出産しましょうっていうお話だったんですね。で、結局予定日を1週間過ぎても、全然気配がないので、41週入ったところで、出産のための入院をしました。朝の確か10時だったかなに入院して、そこから、お昼ご飯が出てきたのかな確かで、お昼ご飯にうどんかなんか食べて、子宮口を開くラミナリアっていうのを海藻なんですね。なんか海藻らしくって、なんかこう入れて織物っていうのかな、そういうのかなんか分泌物かなんか水分で膨らんで子宮口を広げるやつらしいんですね。なんか見せてもらったんですけど、本当になんかわかめみたいな海藻みたいなのがキューッとなんかこうちょっとタバコみたいな形になってるやつでした。それを10本子宮口の中に入れます。よくバルーンかラミナリアかが結構その子宮口を広げるのに定番らしくって、でバルーンね痛いって聞いてて、ラミナリアもどっちもまあ痛いって聞いてたんですね。すごく痛いよ、出産も痛いけどあれも痛いみたいな話を聞いてて、私すごく怖くって、で実際ね入れる時にまず機械みたいなのを入れて広げて、そこに入れていくみたいな感じなんですけど、その機械がね病院の先生曰く痛いらしいんですよ。で私もこの機械入れて広げるのが痛くって、痛い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 とか言って言いながらなんとか広がって、で10本もね1本ずつ入れるんですよ。だからちょっとねその1本ずつ入れるのがまたちょっと痛くって、終わったらなんともないです。なんかまあちょっと違和感はあるんですけど、まあなんか入ってるんだろうなと思いながら、でただその作業がね確かに痛かったけど、めっちゃ痛いって聞いてたからめっちゃ痛いことはない。ただ痛いみたいな感じぐらいかなまあでもねそれをやる時間自体はまあ30分もかかってないですよね。20分なんか喋ってる時間があったから15分ぐらいで終わったのかな。それを詰めることによって子宮口が開くので、それで陣痛が来る人もいるっていうんですね。なのでそれで陣痛が来たら誘発の点滴打たなくてもよくなるので、それも期待しつつ、1日過ごして、で次の日の朝、その子宮口からラミナリアという昨日入れた海藻を抜くっていう作業をして、で抜くのもまたね痛いんですよ。痛くてでもそれはね我慢できるぐらいの痛さで、それを全部10本入れたやつ抜いて、確か子宮口が3センチ開いてたのかな。3センチだったらまあまあ開いてるいい方らしくって、で3センチ開いてて、でも陣痛は全然来てなくってって思ったら、なんかね抜いた後に多分ねなんかよく言われる内心のグリグリっていうやつ、多分あれをねされたんですね。でちょっと痛くって、それがちょっと痛かったなまた。でそっからなんかねちょっとね血が出始めたんですよ。で若干ナプキンとかつけてて、9時から誘発の点滴を開始したんですよ。9時から点滴を徐々に何分おきかに、数分おきか1時間おきかに点滴少しずつ強めていってたんですね。そしたらね1時半頃に5分間隔で陣痛が来始めたんですね。お昼の1時半頃から。でなんかもっと陣痛が来るように歩いたりとかね、あと足湯やってもらって温めたらちょっとなんかいいらしくってとかもやったりとかしてて、結局3時に急に破水したんですよ。ちょっと陣痛が 2,3 分間隔になってて、その時陣痛が 2,3 分間隔で、多分陣痛の影響でこの破水したみたいなんですけど、よくパチンって言うって噂で聞いてたんですけど、私ねどこって言ったんですよ。どこって何と思って、もうその1分も経たない間にバーってジャバーって水がもう出始めて、なんか出る量もね人によって違うらしいんだけど、私結構大量にジャバーって出て、もうなんか赤ちゃん大丈夫って思うぐらいだったんですけど、もう結構なね痛みで来たんですよ。でそれをね多分ね私が思い返すと出産の時に陣痛でマックスで痛い時の痛みに近いぐらいの痛さが3時ぐらいからもう来てたんですけど、それをお昼の結局3時から始まって、夕方夜かも7時
だからまあだいたい4時間ぐらい耐えた私がもうボロボロになってるのをそのお医者さんが来た時にそれ見て、ちょっともう今日やめましょうってなって、結局子宮口がまだ出産行くまでになってないからっていうので、明日まで様子見ましょうってなって、その誘発の点滴をやめたんですけど、その時点でまあ子宮口は4センチ開いてる状態でした。で止めたんはいいんですけど、誘発止めてももう陣痛は来てるからちょっとマシになったんですよ、痛みは。でもまだ全然すごい痛くって、痛い陣痛を結局7時から次また誘発始めるって言われたんで、朝の7時までとりあえず我慢して、でももうめっちゃ痛い陣痛がもうずっと来てるから夜中寝れなくって、夜中中ずっと耐えて、朝の7時になってまた点滴を開始しました、誘発の。でこの3日目で、結局もう朝食なんてもう朝8時に運ばれてきたところでもう食べれないよってなって、もう朝はちょっともうパスしてもらって、でまたそこから誘発打ったことでどんどん陣痛が強くなって、結局朝の10時に調べたら子宮口が6センチになってたんですけど、6センチになってる、でもまだダメだと思って、その2時間後12時に今度8センチになってたんですよ。結構そこからはね、朝の誘発打ってからは結構子宮口を広げるペースが平均がよくわかんないですけど、そこそこ早い方なのかなって感じで、12時に8センチで1時半になってもう子宮口が 9.5 センチ開いてたんですよ。もうあと 0.5、 もう本当にあとちょこっと上が開いたらもう産んでもいい、生きんでもいいぐらいですよってなって、で1時半、結局1時半に 9.5 センチ開いて分娩室に移動なんですけど、もう私歩けなかったから、もう痛すぎて間隔ももう1分とかだったし、で車椅子に乗せられて、車椅子で分娩室まで運ばれて、分娩室で横になって、結果2時だからその30分後ですね、10センチで全開になってたんですね、子宮口が。だからもうそこからもう生きんでくださいって言われて、もうひたすら生きんで、でも生きんでから早かったな。そっから30分で生まれました。結局2時半に生まれたんですね、出産。だから分娩室入って生きんでくださいって言われてからはもう1時間でした。1時間で生まれました。でもね、ここからは早かったんですけど、全部子宮口開くっていうラミナリアからスタートしたらもう3日かかってますね。でも結構ボロボロだったんですけど、赤ちゃんがね、最後はい生きんでくださいって言ったら、もう髪の毛も頭も見えてるよって言われて、次で生まれるよっていう声が聞こえたんですよ。でも私もボロボロの状態で、次で生まれるよが聞こえた瞬間に、次で生まれるのか、やった、もうこれで終わりだと思って、うわーってめっちゃ生きんだら、トゥランって出てきたもう一気になんかドゥルルンみたいな感じで出てきて、私もこうやってって生きんでるから、薄めで見えてたら、もう赤ちゃんがブワって上がっていくのが見えて、出てきた、こんな赤ちゃん入ってたんだと思ったけど、想像以上にちっちゃかったから、すごく元気に泣いてる女の子の赤ちゃんが生まれました。で生まれた瞬間に、あれ、さっきまでの陣痛どこ行ったのぐらいに体がもうすごい楽になって、陣痛も一瞬でなくなって、ありがたいことにその後高陣痛も来なかったんですけど、1人目だったから、なんか計算婦さんの方が高陣痛は来るらしくって、子宮収縮が早いから。でもお腹のね、子宮収縮の経過も早くって、でオロも少しずつ収まっていってるしみたいな感じかな。オロは6週間8週間血が出るんですね、しばらく。6週間8週間で亡くなるって聞いたんで、子宮とかね、体の回復もそれぐらいかかるのかなって感じですね。途中はしょったんですけど、分娩室に入ってから最後の方、なんかね、大病院なんですごいスタッフさんが多くって、10人ぐらいはいたかな。そんぐらいいるのかな普通は。いや、個人病院だともっと少ない気がする。10人ぐらいスタッフさんがいて、モニターをずっと見てたんですね。スタッフさんは多分モニターで私と赤ちゃんの状況を測ってたんだと思うんですけど、途中から酸素マスクつけた方がいいですよねみたいな感じになって、酸素マスクをつけられたんですね、私。あれって普通つけられるのかな、みんな。なんか私ちょっと呼吸がやばくなったのかな、よくわかんないんですけど、途中最後の方、そんなに長くなかったんですけど、結果分娩祭ってから1時間だったから、でもなんか酸素マスクつけて途中してましたね。なんか陣痛がガッと来た時に息むんですけど、もうね、よくその出口のところを頭が通る時にガリガリされる感覚、ゴリゴリされる感覚があるっていう話を聞いてたんですけど、一切なかった。陣痛がもうそれまでも長かったし、そこから生まれるって出てくるまでもすごい陣痛が痛すぎて、もうなんか赤ちゃんがどこを今通ってるのかが全くわからないっていうか、赤ちゃん今どれだけ出てるの、私今赤ちゃん見えてるって言われたけど本当み
みたいな感覚だから、なんかよく言われるゴリゴリって頭が子宮かなんか口か口かなんかを通る感覚は全然感じなかったです。それの痛みとかもなかったし、あとね、私ね、産んだ後に縫われてて、あれ遠因切開されたんだっていうのに気づいたんですけど、遠因切開もいつ切られたか全くわからなかった。もう陣痛が痛すぎて、もう遠因切開でいつ貯金ってハサミかなんかで切られたのかもわかんないぐらい陣痛がとりあえずやっぱり痛かったです。まあそうだね、出産された方とかよく出産されてない方もよく聞く話なんで知ってるとは思うんですけど、本当にもう遠因切開で切られるのがわからないぐらい陣痛って痛いもんなんだなっていうのを味わって結局赤ちゃんが出てきて綺麗に縫ってもらったんで回復も早かったんですけど、産んだ後はね、とりあえず遠因切開した部分が痛かったかなって感じですね。産んだ後の話で言えば、遠因切開のとこ以外は子宮収縮もそんな高陣痛来なかったし、特に体の変化とかもなくって、めちゃくちゃ産んでからすごいもう元気もりもりというか、私の出産直後、もうだから赤ちゃんが出てきてすぐ撮った写真があるんで、それをインスタとかねご報告で載せさせていただいたんですけど、その写真見ても分かるんですけど、私めっちゃ元気で、その写真以外にも他撮ってるのとかピースしてるのとかもあるし、めっちゃ元気でした。急にもう痛さからの解放、陣痛からの解放っていうので、だからまだ体力余ってたんだな、あんだけ3日間苦しんだのにっていうのを思ったまあめっちゃね、出産私ね思ってた以上に大変だったな。でもね、今思い返すとつわりもそれなりにね期間が期間で大変だったから、出産も大変だしつわりも大変だし、なんか赤ちゃん生まれるのってすごいなって思った。なんかよく外とかで子供何人も連れてるお母さんとか見ると、わあ、このお母さんこんなに何回も出産を乗り越えたんだ、すごいなって。私それだけでね、今出産直後なのでマタニティブルーっていうほどのものでもないんですけど、涙もろくなって感情が高くなっててちょっとねホロホロっとくるぐらい、なんかこう子連れのお母さん見るとなんか涙ぐんでしまうすごいなって。今もね、私の産んだ子供ちびもちちゃんって言ってるんですけど、ちびもちちゃんは NICU に入っててね、ちょっと新生児って横断っていうのが出るんですけど、そんなに横断自体は問題じゃないんですけど、それの影響か何かで多血症っていうちょっとね血が濃いか多いかみたいなのになっちゃって、でもねそれにもレベルがあって、軽い程度だったんで血の入れ替えとかそんなのは全然必要なくって、点滴で治療ができるので、数日というか数週間ちょっと点滴で NICU に入ることになっちゃったんですね。で私だけお先にちょっと退院してきちゃったんですけど、それがすごく寂しくってね、授乳で毎日病院に NICU の方に行くから、それで会えるのがちょっと幸せっていうねもうずっと一緒にいたいのにとか思うけど、仕方ないですね。元気になってくれたらいいな早くと思って、でも、お医者さんからそんなに心配しなくても大丈夫ですよって言われてるから、元気になることを願ってね、今家で3時間おきに起きて搾乳頑張ってます。持ってくやつと思ってちびもちゃんのご飯と思って、で搾乳して、で行ってからも授乳してみたいな感じですね。もうね、子供産んだお母さんだったら分かると思うんですけども、可愛くて仕方がないこれから守っていかなきゃなってすごい気合が入りました。でくまさんはまだ会えてないからちょっと涙ぐんでくるちびもちさん取り残して先に帰っちゃったことにまた涙ぐんで、もうごめんねって感じで涙ぐんでくる。なんて言ったらな、よく言われるマタニティブルーっていうやつ、あれ私は絶対来ないと思ってたんですよ。で実際悲しくないんですよ、気持ち的には。心はそんなに正常心というか今までと同じなんですけど、なぜか涙腺だけがすごい緩んでて、これが多分マタニティブルーなんですよね。多分実際に悲しくなって気持ちが落ち込んでマタニティブルーの方もいると思うんですけど、多分症状は人によってそれぞれで、私ねなんかすごい嬉しくても涙が出るんですよ。で面白くても涙が出る。なんかね、涙腺だけがすごい緩んで、心の気持ち的にはそんな悲しいこともないんだけど、なんか涙だけが出てくるんですよ。この部分、ここがね弱くなります。人によるな、人によって症状は違います。本当に悲しくてね鬱になっちゃう方もいると思うので、そういうのはねやっぱり病院の人
人とか周りの人に相談とかもできるだけしてね、改善できたらいいと思うんですけど、なんかこの前もね、この前っていうか昨日初めての授乳だから、退院してその次の日の授乳行ってきたんですけど、その途中でね、とぎママが車で送ってくれてる時にパッて見たら、私助手席乗ってたんですけど、なんかトラックに可愛いドラえもんの絵が載ってマスコットがいっぱいついてるねトラックがあって、それ見た瞬間に今ちびもちちゃんいたらこれ一緒に見せてあげれるのにみたいな涙、今それを思い出してってなってるんですけど、涙が出る不思議にいや別に悲しくないんですよ、そんななんかめっちゃ悲しいとかじゃないんですけど、なんか涙が出るんですよ。今もこれ分かります、めっちゃ涙が出てくるの。ただね、周りの方が心配するからあんまりこれ見せちゃいけないと思って我慢するんですけど、私自身は全然大丈夫なんで気にしないでくださいって感じなんですけど、やっぱ人が泣いてたらびっくりしますよね。まあこんな感じかな、出産レポ。結局ね、出産した後2時半に出産して、その後2時間4時半まで2時間は分娩室で休憩させてもらうというか、そこでいることになってるんですね。でその間にチューブでおしっこを取ってもらったりとか、チューブはねなんかチクッとしてちょっと痛いんですよって言われたけども、出産でめちゃくちゃ痛かったから、そんなのもう痛み全く感じなくって、もう本当に痛みを全く感じない人間になってましたね。チューブの尿取りも全然痛くなかったです。で普通にチューっておしっこなんか取ってくれたみたいで、その後4時半になって2時間経って病室に戻って、でなんかね尿取ってもらったんですけど、その1時間後にまたトイレ行きたくなって、夕方頃でなんかトイレに行こうと思って、助産師さんにすいませんトイレ行きますとか言って、個室だったんで個室でねトイレ行かしてもらったら、なんかね立った瞬間に立ちくらみがすごくって、ちょっとね目が見えなくなって、フラフラって耳も聞こえにくくなって、フラフラって意識がちょっとなっちゃって、でトイレ座った瞬間にもう全然立ち上がれなくって、そしたら助産師さんがもう抱えて車椅子に乗せてもらって、ベッドまでちょっと行ってもらってなんか、ちょっと迷惑かけたんですけど、やっぱりね産後はね血が大量に出てるし、もともと貧血もあるし、だからね気をつけた方がいいです。あれで倒れて頭ぶつけたりなんかしたら大変だから、思った以上にふらつきとかめまいとかが出るので、助産師さんが言ってくれるとは思うんですけど、本当に気をつけなきゃいけないなと思いました。数時間は6時間7時間とかは安静に、最低でもねそれの時間は安静にした方がいいかなって感じで、夕方6時になって、夕食運ばれてきて、しっかりもう全部食べてだってもうね3日間食べれなかったんですよ。子宮口入れた時はそうでもなかったんですけど、結局2日間か丸2日全く食べれてなかったから、ご飯もう陣痛で痛い時分かりますよね、食べれないんですよね。でねもういきなりその7時半から初授乳始まりました。その時はまだねちびもちNICU に行かなきゃいけないとかいう状況が分かってなかったから、検査結果が出てなくて、で普通に初授乳して、出ないんですけどね、もちろん出ないからもうカミカミしてるだけって感じで、そこから搾乳機の使い方を夜に9時とかに教えてもらって、あとおむつのやり方も説明もやってもらってて、また実際にやる時に教えますねとか言いながら教えてもらって、でその日はもう夜寝ましたね。で次の日からはそこから、産後の入院の体の回復をねするためにスタートなんですけど、そんな感じで出産が終わりました。今回私は普通分娩、自然分娩っていうのかなの経腟分娩、一番一般的なやつですね。痛かったし大変だったし時間もかかったけど、生まれた瞬間に自分の我が子を見た時にすごい愛おしかった。お腹の中に入って私とくまさんの血を継いだ子なんだって思ったら、すごいもう今泣けてくるなんかすごい苦しかった2日間が報われたというか、涙がんでくるごめんなさい。なんかね、今撮るのはあんまり良くないな1週間もっと空けた方が良かったんですけど、記憶が新しいというか記憶がまだ残ってるうちにしっかりお伝えした方がいいなと思って、でもねもうよく言うその妊娠中もそうだし出産もそうなんですけど、本当に人それぞれでもう十人十色というか、全然ね出産の形とか流れとか痛みとか感じ方とか、もうね人それぞれの本当に人それぞれで個人差がめちゃくちゃ大きいものなので、これをね出産なんだと
は思わなくても全然いいと思います。もちろんねスピード出産でポンとね楽だったよっていう子もいれば、もうすごい私以上にもう難産でめちゃくちゃ大変なね出産をする方もいっぱいいるから、本当にいろんなことが起きるので出産って、だから私のはもう本当にそんなね数多くある中の一つの例だっていうことで、ちょっと聞いてもらえてたら嬉しいです。でもなんかね誰かの参考になるようなお話がちょっとでもできてたりね、内容に入ってたらいいかなと思って今日はね出産レポを取らせていただきました。私の出産はこんな感じでした。第一子、もう我が子はねやっぱり可愛いもうなんか泣けてくる話になるからこれぐらいにしとくんですけど、皆さん妊娠中もそうだけど出産した後のね皆さんからのコメントも温かいお声とかね応援とか楽しみにしてくださってるとかいうのね、本当にありがとうございました。私の力になりました。私の手伝ってくれた両親とか助産師さんとかお医者さんとかね、応援してくださる YouTube とかね Instagram とか、SNS のね見てくださってる皆さんとかのお声とかも本当に全ての方のおかげで私は今回本当に無事に出産できたっていうことをねすごく痛感しております。本当にありがとうございました。まだしばらくね動画の方はちょっとこう落ち着かないというか、ちびもちゃんが入院してることもあって実家でもちょっと長くいることになるかなっていうので、ちょっとねどうなるかはまだ先がわからないんですけど、ご迷惑をおかけしますがこういう形で進んでいくのでどうぞよろしくお願いいたします。以上、とぎもちの出産レポでした。